皆さん、こんにちは。今回は、桜子と東京トリートのスポンサーでお送りします。ありがとうございます。案件動画ですが、美味しいだけじゃなくて、もっとためになる話をします。私が北海道に行った時の話とか、娘とサンタクロースがいるかどうか話した時のことなど、いろんな話をします。なので最後までゆっくりしていってください。ではまずこちら、桜子さんからいきましょう。今回の桜子のテーマは、北海道の休日です。休日というのはお休みの日、つまり学校や仕事のない日のことです。ちょっと最初に寒いのでお茶を入れます。抹茶入り玄米茶です。これは私は日本のお茶の中で一番好きです。玄米はブラウンライスの状態が玄米ですね。美味しいはずです。日本の家は寒いって知ってますか？寒い国だとセントラルヒーティングがあるって聞くんですけど、日本は基本的にないです。なので、一部屋ごとに、部屋ごとに温めます。この部屋の場合は、そこにエアコンがあります。で、エアコンの暖房をつけるんですけど、今は撮影中です。今、飛行機の音聞こえますか？こあの、この音ぐらいエアコンの音がうるさいので、撮影の時はエアコンを切っています。エアコンをつけません。なので、今、寒いです。だから、あったかいお茶はありがたいです。桜子のテーマは北海道です。北海道はここです。日本の北にあるので寒いです。寒いので雪が降ります。北海道はいい雪で有名です。私は昔、ニセコに行ったことがあります。飛行機に乗り遅れそうだったのが一番の思い出です。乗り遅れるっていうのは乗れないっていうことです。でも乗り遅れそうだったので乗れました。その時私は静岡県にある会社に勤めていました。それで会社の人と確か10人ぐらい、10人ぐらいで一緒にニセコに行ったんです。車3台ぐらいでみんなで行ったんですけど、道が混んでいました。もう羽田空港に着いたのがギリギリで、空港で係の人が待っていました。それで私たちに走ってくださいって言って、私たちはみんなでこう走りました。飛行機に乗った時はもうみんなこう、ってはぁはぁしてたんですけど、あの、周りの人はちゃんとこう座って、待ってましたっていう顔をしてたので、本当に申し訳なかったです。でも、乗れてよかったです。それで無事、ニセコに行くことができました。ニセコの雪はパウダースノーで、すごく気持ちがいい雪なんですね。そこで私は、スノボをしました。ただ、私はもう下手すぎて、教えてもらってもちっともうまくなりませんでした。下手なまま帰ってきました。でも、とても楽しかったです。とっても懐かしいです。北海道はそうやっていい雪があるので、スキーをする人などに人気があるんですけど、その他にも乳製品で有名です。なので、今回のお菓子も乳製品、そういうバターとかミルクとかを使ったお菓子が入っていました。例えば、これですね。サクサク、サクサク四角って書いてありますね。
サクサク四角。これは韻を踏んでいると思います。サクサク四角。四角っていう形はわかりますか？これも四角、これも四角。角が4つあるのが四角ですね。1、2、3、4個角があるので四角。この下にすごく小さい字で、サクサク四角いチョコサンドって書いてあって、これも多分ちょっとリズムがいいんだと思うんです。サクサク四角いチョコサンドっていう感じですね。サンドはサンドイッチから来ていて、何かを挟んである食べ物のことをなんとかサンドって言います。和製英語です。和製英語っていうのは日本で勝手に作った英語です。なので、これはチョコが挟んであるお菓子ですね。サクサクっていうのはオノマトペです。こういうクッキーなどを食べる音がサクサクです。サクサクするか食べてみましょう。これはサクサクです。あと、実はサクサクはパソコンなどの早く動く様子を表します。つまり、このパソコンはサクサク動くっていうと、パソコンの動きが速い、気持ちのいいパソコンっていうことになります。バタークッキーですね。これもサクサクしているか試してみましょう。じゃあ、サクサクして美味しいです。これは、チーズが使われたお菓子ですね。ちなみにこれ、十勝産、十勝で作られたってことですね。十勝っていうのは場所の名前です。北海道の地名です。で、北海道の地名っていうのは日本語っぽくない響きのところがたくさんあります。例えば、この十勝もそうですが、札幌、ニセコなども日本語っぽくない名前です。なぜかというと、それはアイヌ語の地名だからです。アイヌはもともと北海道に住んでいた民族です。なので、言葉が全然違います。十勝や札幌っていうのは、そのアイヌ語の地名に漢字を当てたものです。漢字を当てるというのは、音が似ている漢字を使うということです。例えば、アメリカはこのような漢字があるんです。これを当て字って言います。ただ、アメリカについては今は普通はカタカナで書きます。新聞などではこの米の部分を取って米って書いたり米国って書いたりします。でもニセコには漢字がないんです。私も最初なんでニセコには漢字がないんだろうって不思議でした。理由はわからないですけど、合う漢字がなかったってことでしょうかね。で、もともとはアイヌ語だからカタカナなわけですね。今回ちょっと一番紹介したかったお菓子はこれ、柿の種と言います。柿は、果物の柿で、種はseed ですね。で、このお菓子が柿の種に似ているので、柿の種って言います。実際は似てないと思います。あ、今柿を持ってくるのでちょっと待っててください。柿を持ってきました。これが柿です。切ってみますね。種あるかな？ない。そう、最近種のない柿が多いんですよ。あ、これ多分種のない種類の柿ですね。これも多分同じだと思うんですけど、切ってみます。あ、種なさそう。種が入ってないので、写真を載せておきますね。柿の種の写真を。こういう形をしています。見えますか？これ美味しいんです。うん。私はしょっぱいお菓子が食べたいときは、だいたい柿の種を買います。しょっぱいっていうのは塩味がするお菓子のことです。
そしてね、もう一つ言いたかったのが、この塩大福。甘いお菓子としょっぱいお菓子って、こう甘いの食べてるとしょっぱいのが食べたくなって、そうすると今度甘いのが食べたくなって、そうするとまたしょっぱいのが食べたくなる。キリがないって言うんですけど、終わりがなくなりますね。これはそれを一つにまとめちゃったものです。つまり、大福っていうのは甘いおまんじゅうです。こういうやつ。それに塩がついてるんです。だから、しょっぱいんです。つまり、しょっぱくて甘い大福なんです。食べてみましょう。これはね、いいですね。なんと言ったらいいかな。バランスがいい。すごく美味しいです。私最初に塩大福食べた時、何これって思ったんです。微妙な味がしました。なんかしょっぱいのに甘い。でも慣れてくると塩大福って美味しいんですよ。ぜひ皆さん食べてみてください。塩大福。あと、これは小豆もなか。小豆については前の動画で説明しているので、見てみてください。日本の昔からのお菓子は小豆を使ったものがとても多いです。今月の、工芸品はお皿ですね。メイドインジャパンって書いてあります。この濃い青い色のことを、藍色って言います。素敵なお皿ですね。では次、東京トリート行きましょう。テーマはクリスマスですね。日本のキリスト教の人の割合は1% 前後と言われています。でも、クリスマスっていうとなんかいろんな人がちょっと楽しい気分になります。それはクリスマスが宗教的なイベントではなくて、こう、楽しいイベントになっているからです。若い人は恋人とデートに行く。家族で過ごすときは、いろんな家庭があるとは思うんですけど、うちの場合は、鶏の料理を作る。今年はケンタッキーフライドチキン風のフライドチキンを作る予定です。クリスマスの日はもうケンタッキーすごく混んでますし、実際は自分で作った方が絶対美味しいと思うんですよね。なので、うちは、買わないけど、なんか鶏の何かを作ります。昔は、鶏を丸々1羽、オーブンで焼いたりしたこともありました。で、それからケーキを食べます。ケーキは白い、生クリームのケーキで、いちごが乗っているのがだいたい多いかなと思います。これ、いちごケーキグミ。そんなグミは初めて見たんですけど、見た目がちゃんといちごのショートケーキになってますね。いただきます。いちごのショートケーキの味がするかって言われたら、わからない。でも普通に美味しいグミです。ところで皆さん、サンタクロースはいるって思いますか？もしいると思う人は、この動画をここで見るのをやめてください。私はサンタさんはいるって思う人のところに来ると思います。はい。いいですか？じゃあもう今はサンタクロースはいないって思う人しか見てないですか？私の娘は今19歳なんですが、6歳の時に、ねえママ、サンタクロースって本当はママなんでしょって言ってきたんですね。もう私はドキーンとしました。その時はまだサンタクロースのふりをして、プレゼントをあげてたんです。何が欲しいのかを先に、うまーく聞くというか、調べておいて、それをあげるようにしてました。でも、その時、突然娘がそういうことを言い出したんです。本当はいないんでしょみたいな。私は、そんなことないよって言ったんですけど、あの、娘が、ビーズが欲しいって言ったらしいんですね。クリスマスに。で、そしたら、私が、どんなビーズがいいのって、
根掘り葉掘り聞いたらしいんです。根掘り葉掘りっていうのはなんかしつこく聞くことですね。多分、なんか、どんな色のがいいのとか、ちょっと何も覚えてないんですけど、しつこく聞いたんだと思うんです。買うために。で、それをサンタさんからってもらったから、おかしいって。本当はママなんでしょうっていう話だったんです。で、もう私、もうこの子は頭が良すぎて、もう言い逃れできない。言い逃れっていうのは言い訳のより悪い感じの言い方ですね。もう嘘をつけない。言い逃れできない。それで、実はそうなんだよって言ったんです。そしたら、まあ、娘は、やっぱりねっていう感じでした。ところがですよ、皆さん。ところが、高校生ぐらいになって、娘が、あの時、ママが、自分がサンタだったって、あの、言ったことが、ショックだったって言うんですね。で、えって思って、私は。だって、あんなにしつこく、ママなんでしょって言ってくるから、もう、私は言い逃れはできないと思って、もう仕方なく言ったのに、そんな言わないで欲しかったってどういうことって言ったんですね。そしたら、娘は嘘をついて欲しかったって言ったんですよ。でもね、やっぱりもう、あそこまで言われたら嘘はつけなかったんですけど、でもね、ああ、なるほど、と思いました。あの、そうなんでしょって言ったのは、そうじゃないって言って欲しかったから言ってたんですね。それがね、私にはわからなかったです。子育てって難しいですね。まあね、もうね、仕方ないことなんですけど、過ぎたことなので、過去はね、やり直せないので。まあでも、娘がいい子に育ってくれてよかったです。では続きのお菓子を見ていきましょう。これね、いちごのガトーショコラ仕立てのキットカットです。いろんなキットカットがありますね。食べてみます。すごいですよ。いちごの味もガトーショコラの味もします。うん。美味しいですね。で、キットカットのいいところは、後ろにメッセージをかけるところがあるんです。特に受験の時とかに、あの、キットカットの子に頑張ってねって書いて、まあ、友達とか、好きな人に、あげたりします。で、なぜかというと、このキットカットっていう音が少しキットカツに似てるから、キットカツ、つまりきっと受かるっていうことなんだと思います。なので、受験のシーズンの多分1月とか、もう12月ぐらいからかな、その受験風なパッケージのキットカットが売ってます。コーンスナック、ピザ味。食べてみましょうか。こういう丸っこいお菓子が入ってますね。うん。よくある味です。この辺はマシュマロとか、ドーナツですって。とか、あとこれもちょっとクリスマスっぽいですね。チョコレートです。これはポテトチップですね。ポテトチップを表すオノマトペはどんな音でしょうか。食べてみますよ。パリパリです。で、なんですけど、ここには厚切りカットのホクホク感って書いてあります。ホクホクは蒸したじゃがいもに、例えばバターをかけて、バターが溶けて、そのあったかいじゃがいもが、あとフォークを入れるとこう、ふわっと割れるみたいな。あれがホクホクしたじゃがいもです。ポテトチップスはホクホクしてませんけれども、ホクホクって聞くと美味しそうなじゃがいもって思うので、ホクホクって書いてあるんだと思います。これはどんどん焼き。
どんどん焼きっていうのは山形の食べ物だそうです。私食べたことないんですけど、それをやるときに、こう太鼓とかでどんどん叩いてお客さんを呼んだんで、どんどん焼きっていうそうです。つまり太鼓を叩く音はどんどんどん。これがね、ものすごく美味しそうなんですよ。ショコラカレーの下にこれ、なんて書いてあるか読めますか？キャラメルサレって書いてあります。サレはフランス語で塩という意味だそうです。つまり、これも甘くてしょっぱいお菓子ですね。食べてみましょう。もう見た目からして美味しくないわけがないと思いましたが、美味しいですね。このラーメンはまた息子が作って食べると思います。今日も桜子と東京トリートのおかげでいろいろ懐かしいことを思い出しながら楽しく美味しくお話しすることができました。ありがとうございます。ちょうど今自分とか、大事な人にギフトを送るシーズンですよね。なのでもし日本に興味がある人がいたらこれら送ってみるのはいかがでしょうか。初めての方はふみというクーポンコードで5ドル引きになります。ぜひ試してみてください。じゃあ皆さん、今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。またね。Get this box as a gift for yourself or get it as a gift for your loved ones for this season of gifting. Happy holidays!